こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は無線 LAN のフレックスコネクトモードにおけるダイナミック VLAN の動作を紹介します。フレックスコネクトモードの場合、アクセスポイントは無線 LAN に接続してきたエンドポイントのトラフィックを SSID に設定された VLAN に関連付け、有線 LAN 側に転送します。ダイナミック VLAN を使用することで、同じ SSID でも接続してきたエンドポイントごとに異なる VLAN を割り当てることが可能です。では、今から実機を用いて無線 LAN のフレックスコネクトモードにおけるダイナミック VLAN の動作を確認します。最初、ダイナミック VLAN は無効にしておきます。ポリシープロファイルで SSID に関連付ける VLAN を指定します。アクセスポリシーズタブをクリックし、VLAN にはデフォルトの VLAN1 を設定しておきます。ICE のオーサライゼーションポリシーでは、エンドポイントに対してリザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。では、エンドポイントで SSID に接続します。カタリスト9800で Show ワイヤレスクライアント Mac アドレスコマンドを実行します。カタリスト9800は ICE から VLAN 情報を学習していないため、エンドポイントは VLAN1 に収容されていることが確認できます。ICE のライブログのリザルトを見ても、ICE はカタリスト9800に VLAN を割り当てていないことが確認できます。ICE がカタリスト9800に送信したラディウスのアクセスアクセプトにも VLAN 情報が存在していないことが確認できます。この結果、エンドポイントは VLAN1 に収容されているため、VLAN10 に存在する 10.1.1.2 へのピングが失敗することが確認できます。では、次にダイナミック VLAN を使用して ICE からカタリスト9800に対して VLAN を割り当ててみます。ICE からカタリスト9800に VLAN を割り当てるには、オーサライゼーションプロファイルを定義し、VLAN をチェックし、ID、ネームに割り当てる VLAN ID を入力します。そして、オーサライゼーションポリシーのルールのリザルトに、先ほど定義したオーサライゼーションプロファイルを指定します。カタリスト9800側では、ICE から受け取った VLAN を使用するために、ポリシープロファイルで AAA オーバーライドを有効にします。アドバンスドタブをクリックし、Allow AAA オーバーライドをチェックします。最後に、Update Apply to Device をクリックし、変更内容を保存します。また、ダイナミック VLAN で割り当てる VLAN をアクセスポイント側に
事前に作成しておく必要があります。アクセスポイント側での VLAN の作成は Flex プロファイルで行います。VLAN タブをクリックし、Add をクリックします。VLAN ネームに VLAN の名前を入力します。VLAN ID にダイナミック VLAN で割り当てる VLAN の ID を入力します。そしてセーブをクリックします。最後にアップデート&アプライトゥデバイスをクリックし、変更内容を保存します。では、エンドポイントで SSID に接続します。カタリスト9800で Show ワイヤレスクライアント Mac アドレスコマンドを実行します。カタリスト9800は ICE から VLAN10 を学習し、エンドポイントが VLAN10 に収容されていることが確認できます。ICE のライブログのリザルトでも、ICE はカタリスト9800に対して VLAN10 を割り当てていることが確認できます。ICE がカタリスト9800に送信したラディウスのアクセスアクセプトにも VLAN10 の情報が存在していることが確認できます。この結果、エンドポイントは VLAN10 に収容されているため、VLAN10 に存在する 10.1.1.2 へのピングが成功することが確認できます。最後、まとめになります。無線 LAN の Flex コネクトモードでもダイナミック VLAN を使用し、エンドポイントに対して VLAN を動的に割り当てることが可能です。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。